皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さんの国には死刑という制度がありますか？そして皆さんはその制度に賛成していますか？反対していますか？最近ちょっと難しい話続きになってしまっていて申し訳ないんですけれども、今回死刑について話すにあたって、またいろいろと調べたり本を読んだりしたんですけれども、本当に面白い回というか、私にとって調べたりいろいろ考えたりするのが楽しいというか興味深い回になりました。というのも、日本では死刑があるんですね。で、あんまり、こ死刑を廃止するべきかっていう議論が活発に行われていないんですね。なので、初めて死刑は良くないかもしれないという価値観に出会ったのは、ドイツに留学した時で、ヨーロッパ人とかの友達に日本にまだ死刑があるということにすごくびっくりされて、いや、こっちもびっくりっていう感じだったんですね。それまで一度もそもそもその死刑があるべきかどうかっていうのは考えたことがなくて、あるのが当たり前だと思っていたんですね。で、その後いろいろその理由を聞いたり、なぜ良くないかとか理由を聞いたり、自分で調べたりして、ちょっと理解できたんですけれども、それでもまだ、価値観がずれている感じがしていたんですね。別に死刑が絶対あるべきだと考えているわけでもなかったんですけれども、まあ、絶対なくすべきだとも思っていなかったんですね。なので、未だに、まだスペインにいる今でも、時々聞かれて、あるよって言うと、すごい気まずい顔をされたりして、そんなに、死刑があるって、ちょっとやばいことなのかっていうふうに、価値観の違いを感じることがありました。で、そもそも私は死刑についてほとんどよく知っていなかったんですね。どんな条件でされるのかとか、どれくらい実際に死刑判決とか実行があるのかとか、そういうのをその日本に死刑があるよって言われた時に聞かれて、あんまり答えられなかったので、それをもっとよく知りたいなって最初は思って、このポッドキャストを作り始めてみたんですけれども、いろいろ本とかを読むにあたって、どんどん、死刑判決するかどうかっていう議論ってすごい深いというか、いろんなことを考えさせられることなんだなと気づいて、最初は、日本でこんな死刑の判決がありましたみたいな感じで表面的な数字とか事実をお伝えするだけだったのが、結構かなりいろいろ考えて、その意見も共有したいバエピソードとなりました。で、この調べるうちに自分の見方とか意見とかがどんどん変わっていったのも本当に面白かったです。はい。前置きはここまでにして、今回のエピソードの構成は、まずは世界の国々の、死刑の実態について、調べたことを共有して、その後、日本で死刑がどういうふうに行われているのか、それから死刑反対派の意見を紹介します。次に、死刑賛成派の意見と、それに対する反対派の反論を紹介します。今回、反対派の意見に偏っているのは、私が今まで全く反対派の意見を知らなかったので、調べるときもそれを中心に本とかを読みました。で、最後に日本人の立場とか
私の考察をお話しします。で、今回もちょっと難しい内容になるので、よかったら、パトレオンでトランスクリプトと日本語の訳とかを、PDF でダウンロードしてください。では行きましょう。まず、世界の国々の死刑制度ですが、今、世界で死刑制度がある国は55あるそうです。ただ、そのうち半分は過去10年実行していないので、まあ、事実上廃止国と呼ばれています。具体的には、ヨーロッパではベラルーシ以外は全ての国で廃止しているようです。で、アメリカは州によりますね。で、なぜか東アジアとか東南アジアはまだ死刑がある国が多いです。あとは、西アジアというか、カザフスタン、ウズベキスタン、中央アジアあたりは、廃止しています。そして、イラン、イラク、UAE、カタールなどの、南の中東とか、あと隣接しているアフリカの北東などは死刑がある国が多いです。アフリカは、まあ、3分の1ない国、3分の1ある国、3分の1事実上廃止国という感じです。南アメリカも廃止が多いです。で、実際、各国がどれくらい死刑判決とか死刑実行を行っているかというと、スタティスタという統計を見れるプラットフォームによると、中国は統計を公開していないそうです。なので、ちょっと正確な数字はわかんないけれども、死刑は2024年の死刑判決は1000以上となっています。中国が一番上です。次に多いのがエジプト365、イラク200、ナイジェリア186、バングラデシュ165、イエメン152といった感じです。ちなみに日本はこの年3でした。で、死刑を実行された数っていうのが、2024年で、これも中国が1000。ただし、正確な数字は分かっていません。次に、イランが972、サウジアラビアが345、イラクが63、イエメンが38、ソマリアが34、アメリカが25、エジプトが13、シンガポール9、クウェイト6で終わりです。なので他の国では統計で分かっている限り死刑実行は行われていないということです。次に日本での、戦後以降の死刑実行数とか死刑判決の推移です。例えば1950年62人、1960年は12人、その前後は30人近く。で、1970年ぐらいになってくると、一桁台、3人、1人、2人とか。で、今までも多くて2004年の13人とか、2007年18年18人、2011年に22人っていうふうに多い年もあるんですけれども、こういった多い年っていうのは、例えばよく日本でも話題になる日本人ならみんなが知っている、オウム真理教事件っていうテロっぽい事件でたくさん殺害される事件があった時の、犯人たちがいっぺんに判決が確定するっていった時にこういうふうに多いそうですが、それ以外の年では、
2013年以降は0から6人とかが、普通なようです。次に死刑執行数ですね。どれくらい死刑が行われているかですが、1980年代以降は、1人2人多くて6人とかですが、例えば2008年に15名死刑が執行されています。で、こういうふうにたまにたくさんの死刑が執行されるのが、その時のその法務大臣とかによって死刑がやりましょうっていうふうに政治の事情によって決められることがあるんですね。なのでその時の人によって、例えば2018年に15名行われていて、2020年は0とかいうふうに大きな違いが出るようです。で、じゃあ実際どういうふうに死刑が行われたり、判決が確定しているかということですが、近代化以前はどの国もそんな感じですけれども、様々な罪に対して様々な執行法が使われていましたね。その拷問も普通に使われていたそうです。で、今でも結構いろんな種類の犯罪が死刑になり得ます。例えば殺人、殺人を含む強盗、そして放火、あとは内乱とかでも死刑になり得ます。なので、法律上では死刑になる可能性というのはかなり高いというか、簡単に死刑判決ができるんですけれども、これがちょっと変化した事件というものがあります。それが永山事件と呼ばれているんですけれども、永山則夫という人が1968年にある事件を起こします。4人を射殺する、そして他にも、強盗など、犯罪があったんですけれども、この人はすごく貧しい家庭で育ち、父親はアルコール中毒で結局亡くなってしまったり、教育も全然受けられていなかったんですね。で、東京に出てきてから就職するんですけれども、やっぱり変わった普通ではない子供時代を送っているせいか、人間関係などもうまくいかず、結局ほぼホームレス状態になってしまうんですね。で、自暴自棄になったこの永山則夫という人は、横須賀にあったアメリカの基地、アメリカ軍の基地から、銃を盗んで1ヶ月のうちに4人を射殺します。この4人は全く彼に関係ない人たちです。で、この裁判の判決がすごく揺れたんですね。というのも、彼は、殺人、強盗殺人および強盗殺人未遂、窃盗、銃刀法違反、火薬類取締法違反など罪が重い上多かったので、最初は死刑になります。で、その後再審で無期懲役になるんですけれども、最終的に死刑判決が確定しました。刑務所にいる中に本を書いていたんですけれども、彼はもともと教育は十分に受けられないものも、文学の才能といったものがあったらしく、その本がベストセラーになるくらいいろんな人に読まれて、で、彼自身もすごく反省をしていたようで、例えばその本で稼いだ印税は遺族へ送ろうとしたりしていて、あとは文学賞を受賞したりもしたようです。で、これで国内からも
彼に対する支援とか、判決を変えるように署名があったり、あとは海外からも、海外の文学団体とかからも、恩赦要請といって死刑判決を変えてくださいという要請が送られていたんですけれども、結局、意味がなく1997年に死刑が実行されていたんですね。で、これをきっかけに2つの変化がありました。一つは、やはり死刑への疑問ですね。本当に死刑は必要なのかといった疑問が日本人の中にも芽生えたようです。ただそれはそこまで大きな影響はなく、もう一つ大きな変化が、それまでどんなことが死刑判決になるのかっていうのが、十分に決まっていないというか、明確にされていなかったんですけれども、それ以降、永山基準というものが生まれます。で、永山基準というのは、9つの項目を考慮し、それでも死刑がやむを得ないと認められる時のみ死刑をする、死刑を判決するということで、その9つの項目が、1、犯罪の材質、どれくらい悪い犯罪かとか、内容ですね。2、動機、なぜこの犯罪が行われていたかですね。3、事件の対応、特に殺害の方法とか、どれくらい残虐だったかといったことです。4、結果の重大性、特に被害者の数。5、遺族の被害感情。6、社会的影響。7、犯人の年齢。8、前科。前科というのはそれまでに犯人が犯罪を起こしたことがあるかですね。で、9、犯行後の情状というのはその犯行後反省をしているのかとかいったことですね。そして死刑がどのように実行されるかですが、これについては政府がちゃんとした情報を完全には公開していないんですね。で、ただ、一部公開されている情報から分かっていることは、まず、いつ死刑が実行されるかっていうのは、死刑院に知らされていない。で、彼らは独房でそれまで過ごしています。で、実際の死刑を行う方法は、絞首刑で統一されています。絞首刑というのは、首を絞めて殺す方法で、ロープに首をかけて、で、死刑実行台に乗せて、で、ボタンを押すと、その下の足元の板が下がるというか開いて、で、数メートル落下した後に、死亡が確認されたら、縄などを取り外すそうです。同じ死刑制度がある国の中でも、例えば薬物を使って痛みを一切感じさせないといった、方法もありますが、日本では絞首刑を使っているようです。では、ここからは、死刑反対派の代表的な、理由を紹介します。まず一つ目が、そもそも人を殺すことを罪とする社会で、人を殺して罰するということはおかしい、矛盾しているということですね。ヨーロッパで死刑の話をすると、これを一番よく聞く気がしますね。そもそも人を殺すっていうのは良くない、ダメ、どんな状態であっても、どんな条件であってもダメということですね。で、日本で、ヨーロッパの人たちと、日本にはまだ死刑があるんだよねっていうと、ものすごい野蛮な目つきで見られることがあるんですけれども、野蛮なものを見るような目つきで見られることがあるんですけれども、それはこのせいだと思うんですね。
例えば昔はその拷問とか八つ裂きみたいな、あとは魔女狩りとか、そういったことが当時は当たり前だったんですけれども、今考えたら、なんて野蛮なことだ。そんなことは今じゃ考えられないっていうことがあると思いますが、死刑廃止してから長い時間が経ってる国にとっては、日本みたいにまだ死刑がある国を見ると、同じような感情を抱くのかなと思っています。死刑があるということは、人を殺してはいけないということが絶対的ではないという社会であるということですよね。人を殺しちゃいけないんだけど、でも条件さえ満たせば殺してもいいよという社会であるということで、そういった社会である限り、人が人を殺すということを完全に防ぐのは難しいのではという意見がありますね。次に、日本では違憲制があります。違憲というのは、日本国憲法に合っていないということですね。というのも、日本国憲法では公務員による拷問、そして残虐な刑罰は絶対にこれを禁止するとしているんですね。そして、じゃあ死刑は残虐な刑罰ではないのかということなんですけれども、それが国単位で議論されたのが、最後に議論されたのが、1948年なんですね。その時に、最高裁とか最高裁判所とかで国単位の大きな議論がなされて、その時に死刑は残虐な刑罰ではないというふうに判決を出されたんですね。で、ただ、じゃあ実際に残虐かどうかっていうのは、私たちは分かっていないんですね。というのも、さっき言ったように、死刑の実行方法とかって、一部情報は公開されているものも、完全には国民に知らされていないので、残虐かどうかを国民は知ることすらできないという状況なんですね。で、実際に死刑に立ち会った公務員のインタビューとか、証言によると、ものすごくむごたらしい、見ていられないといった感想を抱いているようです。で、実際、もう一つ死刑実行に関して知られていることは、その、攻守の際、公衆用の足元の台を開くためのボタンって3つあって、3人の刑務官が同時にボタンを押すんですね。なぜかというと、自分がこの人を殺したんだっていうふうに思わないように、誰がどのボタンが作動したのかわからないようにするためらしいです。で、なぜこういうふうにしているかというと、そうじゃないと精神的負担が大きすぎるからですよね。じゃあなぜ負担が大きすぎるかというと、その行為が残虐な行為だからではないのかなと私は思いますね。代表的な反対理由の3つ目が、やはり冤罪ですね。冤罪というのは、実際には罪を犯していない人を間違って、もしくは、故意に、罪を着せさせることです。で、最近では、これは日本人の、記憶にも新しいと思うんですけれども、袴田事件という冤罪がありました。これはですね、1966年に家に強盗が入り、家族4人が殺害されたんですね。そして家も放火されました。で、この事件でこの家族が経営していた会社の従業員であった袴田巌さんが逮捕され、1980年には死刑が確定しました。ただその判決の仕方というのが、警察が過酷な拷問を行って、もう何時間にも十何時間にもわたる拷問や、
過酷な取り調べを行って自白させたり、そして証拠を捏造したりもしたようです。結局、2024年に無罪判決になりましたが、2014年にその再審が決定されて、死刑執行が一旦停止された。それまで、彼はいつ死刑が行われるかわからない日々を、刑務所で独房で送っていたんですね。こういうふうに実際に警察が拷問を行ったり、証拠の捏造を行うということは少なくないですし、こう今でも警察が、警察とか権力者が非を認めたくないから、本当は冤罪なのに、その判決が覆されない、再審が行われないといったことがあるそうです。じゃあ、ここからは、それでも死刑が必要だと考える人たちの意見と、それに対する、死刑廃止派の反論を紹介します。まず一つ目、そしてとても大きなことが抑止力ですね。まずはやはり犯罪が起きないことが一番理想でして、で、その犯罪を起こさないために、じゃあ罰というものを設けて、人々に罰があるから犯罪をしないようにしようっていうふうに思わせるというのが抑止力ですね。で、ただ、実際にこういった罰が、死刑とかいった罰が抑止力があるかどうかっていうのは、今まで科学的なちゃんとした研究っていうのは行われていなくて、死刑に犯罪の抑止力があるかどうかに対するちゃんとした結果っていうのは出ていないんですね、世界的に。で、逆に、ヨーロッパとか、今まで死刑を廃止した国では、廃止した後に犯罪が増えたという研究結果、もしくは統計結果は出ていないんですね。どの国の犯罪数の変化とかを見ても、死刑を廃止した後に急に犯罪が増えたということはほぼない。むしろ特に発展国とかではもう年々犯罪数が減っているという状態なんですね。で、逆に死刑が犯罪の動機となることは多々あるそうです。例えば日本でも2001年から2022年までに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このある本に載せられているだけでも10の事件が死刑になりたいという動機で行われていたそうです。代表的なものでは、例えば2001年に、えっと、ある男が刃物を持って小学校に侵入し、8人の児童を殺害、そして13人の児童と2人の教員を、怪我させた。あとは2010年、ある男が駅で中高生たち14人を刺して、重軽傷を負わせた。似たようなものでは、2021年にある男が電車内で乗客を刃物で切りつけて、そして液体をまいた上で放火し、18人が、怪我をしたということですね。死刑までとはいかなくても、実際に日本では刑務所に入りたいからという理由で、小さな犯罪を繰り返す高齢者が社会問題となっていますよね。あの、年金では暮らしていくのが大変で、むしろ刑務所での生活の方が住む場所が確保されているし、あとは孤独を感じている人とかにとっては、刑務所でみんなと暮らす方がいいって考える人もいるので、それで例えば、万引きとか、そういう
人には直接の害がない犯罪を繰り返す高齢者っていうのが増えているらしいんですね。で、この抑止力に関して私の意見では、抑止力があるかどうかって個人によって効果が様々だと思うんですね。例えば日常的な犯罪の抑止力というと、運転している時のスピード違反とかがありますが、これもまあお金を払いたくないっていう人もいますし、すごくお金に余裕はあって、ただスピード出すのが好きとか、時間に余裕がないという人は、たまたま見つかってしまって罰金を払うのは別にそっちの方がいいからスピードを出すっていう風な価値観の人も、一定数いるとは思うんですね。で、もちろん多くの人は死刑は嫌だと思うんですけれども、その死刑判決を受けた犯罪者たちの人生を見てみると、多くの人がそれ以前に自殺未遂をしていたりするんですね。すごくひどい子供生活を送って、もう自分の生活がすごく嫌で、もうすでに過去に死のうとしたことがある人がかなり多いんですね。なので、社会の大多数にとっては罰となることが、他の人にとっては全然そうじゃなかったりするということもあるわけですね。で、あとは、人を殺すってものすごいことですよね。で、そんなことをできる人が、これをやったらこんな罰になるからやめとこうみたいな論理的な考え方をするかどうかっていうのは疑問に思いますね。実際さっき紹介した事件を見ても、こう、小学校に入って児童8人を殺害とか、電車の中で18人に怪我を負わせて放火するとか、こんなことをやってしまう精神状態の時に、でも死刑になりたくないからやめとこうっていうふうに、そうは思えないと思うんですね。なので、実際に死刑がどれくらい抑止力があるかっていうのは、ちょっと私は、もの、絶対的な抑止力っていうのは、実際にね、死刑というものがあってもこういった事件が起こっているので、ないのかなと思いますね。次に死刑賛成派の人がよく挙げる理由が、被害者遺族のことを思ってということですね。実際に死刑賛成ですっていう人がよく言うことは、自分の家族が殺されてもいいんですかとか、こんなんじゃ遺族の気持ちが晴れないよみたいなことをよく言っていますね。で、気持ちはすごくわかるというか、むしろ被害者遺族の気持ちってもう実際になってみないと絶対わからないので、こう実際に私も被害者遺族になったら相手を殺してやりたいって思うとは思うんですね。ただ実際の研究では実際の被害者遺族がみんな死刑を望んでいるわけではないですね。あとはそういった気持ちっていうのは時間とともに変わるケースも多いらしく、例えば犯罪直後はもうものすごい感情が勝って絶対に死刑にしてくださいって言っていた人が、その後5年10年と経って完全に気持ちが変わっていや死刑にしなくてもいいっていう風に変化があることもあるらしいんですね。ただもう死刑って確定しちゃっていたらその気持ちが変化していたとしても、もう関係ないということですね。で、あとは、これも、私は被害者遺族になったことがないので、彼らの
気持ちを話すべきではないかもしれないけれども、恨むこと、そして罰することで、確実に被害者の気持ちが楽になるとは限らないですよね。死刑になったからそれで傷が癒えるわけではない。もちろん死刑になることで、こそれが助けになるということはあると思うんですけれども、そうじゃない場合もたくさんあるということですね。で、私にとってこの本とかを読んでいて、一番負に落ちた、なるほどねって思った問いかけが、もし自分が被害者、もし私が殺されたら、残された家族にどんな支援が欲しいですか？国からどんな対応をして欲しいですか？という問いかけで、その時に一番最初に考えることが、私の家族のために犯人が死刑で殺されますようにではなかったんですね、私にとっては。私にとって、もし私が殺されたら家族に一番望むことは、もうその後の人生を全く苦労せずに生きれるということですね。私が殺された瞬間から彼らの人生は180度変わってしまいますが、そんな中でも仕事を長い間休んででも傷を癒すことに専念できるような支援とか、もうなるべく早く、なるべく傷が癒える支援、そういったことを私は一番最初に考えましたね。で、次に考えたことは、二度と同じような事件が起こらないような対策を私の家族はしてほしいかなと思うんですね。自分の家族を考えると、彼らは精神的にすごく成熟していますので、多分残りの人生をずっと犯罪者を恨んで、犯罪者を殺してやりたいと思いながら過ごすかもしれないけれども、それよりも多分、例えばもし私が交通事故で死んだなら、同じような交通事故が起こらないようにとか、犯人は以前にも犯罪を起こしていたのに、しっかり裁かれず、また犯罪を起こして私が殺されたとかいう場合だったら、もっと公平な正しい裁判というものを行えるような法律の変更とか、そういったものを私の家族は望のではないかなと思うんですね。なので、被害者遺族への支援とか、被害者遺族の気持ちを思ってというところで、これも被害者によって、被害者遺族によって違いますけれども、死刑を行ったからといって、確実に被害者の気持ちが救われるかって言ったらそうではないのかもしれないなと思いますね。で、似たような主張で因果応報というか目には目は歯には歯をみたいな人を殺したなら同じ残虐な行為で殺されるべきだっていう人もいますけれども、それは私は誰のための応報なのかなと思ってしまうんですね。それをやることで、誰が、誰にとっていいことなのか。日本では死刑院って自殺することも禁止されているんですね。なので、同じこの世からいなくなる、死ぬということでも、自分で死ぬんではなくて、被害者がそうだったように、他人の手によって殺されなければならない。そしてそれは薬とかを使って一切痛みなくではなく、ロープにかけられ、下の台が開きっていう恐怖を味わわないといけないということですね。で、これによって誰が得するのかなって私は疑問に思っていて、一番私たちが気を使うべきなのは被害者本人ですけれども、残念ながらその人はすでに亡くなっていますし、もし例えば被害者がものすごくみんなに嫌われていた人で、家族もいない、
誰も被害者の死を悲しむ人もいない、つまり被害者遺族がいない状態だったら、その殺すことによって誰がいい思いをしているのかな。その事件を知った国民の一部の人はいい思いをするけれども、じゃあその死刑は彼らのためにやっているのか、なぜ彼のためにするべきなのかっていうのは、私はちょっと今疑問に思っています。最後に死刑賛成派の人がよく、挙げるのが無害化。つまり、そのような犯罪を起こすような人がもう二度と社会に戻ってきて、他の人を脅かすことがないようにということですね。で、実は日本には終身刑というものがありません。他の国では、じゃあ死刑がなかったら、じゃあ終身刑っていうところが多いんですけれども、日本にはそれがないので、じゃあ、いつか社会に出てくるかもしれない懲役か死刑かって言ったら、死刑が必要だと考えている日本人っていうのは多いんですけれども、一つ彼らのうちの多くの人が知らないことっていうのは、日本では無期懲役っていう、死刑の次に一番重い罪、罰がほぼ終身刑化しているんですね。無期懲役で実際にいつか出てくるっていう人もいるんですけれども、実際には出てこずに一生あのー刑務所にいてそこで死ぬっていう人もたくさんいるんですね。で、ただ、こういった無期懲役とか終身刑だと、税金の無駄遣いだっていう人も多いですね。で、特に日本人って税金がどのように使われるかっていうのをすごく気にするというか厳しいです。これずっと話したいなと思っていたんですけれども、興味深いので、日本って世界で一番多くの人が生活保護は甘えだと思っている国なんですね。例えばアメリカも自己責任主義が強いですけれども、日本はそのアメリカよりもたくさんの人が生活保護は甘えだと思っている人が多いんですね。で、実際に生活保護を受けている人とか見ると、ものすごく社会からの評価が厳しいです。鬱になった。いや、お前が頑張ってないからだろう。ホームレスになった。そりゃちゃんと働いてなかっただろう。そんな働いてない人がなんで国からお金をもらってるんだ。みたいな風に言う人がたくさんいるんですね。なので、その無期懲役になったような犯罪者に自分の税金が使われないといけないっていうのは絶対嫌だ。みたいな人もたくさん聞いたことがありますね。では、最後に、日本人が、ちょっと今話しちゃったんですけれども、日本人が、死刑に対してどういうふうに思っているかなんですけれども、よく国が死刑を廃止しない、もしくは死刑廃止を議論しない理由に一般的に挙げられるのが、死刑廃止を求める声がまだ十分に聞こえて見られないからっていうふうに言われるんですね。で、そういったことを言われるときによく日本人の8割が死刑に賛成していると言われるんですね。で、ただ実際にその元となる調査を見てみると、これは2024年に政府が行った調査なんですけれども、この質問では死刑を廃止すべきと死刑もやむを得ないの2択しかなくて、前者が16.5%、後者が83.1%なんですけれども、私はこれはフェアな調査方法ではないと思っていて、死刑を廃止すべきって極論ですよね。で、それに対してやむを得ないっていうのは極論ではないですよね。なので、もし公平な質問をするとしたら、死刑廃止すべき、死刑を廃止してもいい、どちらとも言えない、死刑もやむを得ない、死刑は絶対必要、
この5択にするべきなんですけれども、今はその死刑廃止すべきっていう極論と死刑をやむを得ないっていう極論じゃない2択で、しその死刑をやむを得ないと考える人が80%であることを、日本人の8割は死刑賛成というふうに呼んでいるんですね。で、その死刑をもうやむを得ないと答えた人たちに、その理由を聞いたんですけれども、理由1位が、死刑を廃止すれば被害を受けた人やその家族の気持ちが収まらない。2位が、凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ。3位が、死刑を廃止すれば凶悪な犯罪が増える。4位、凶悪な犯罪を犯す人は生かしておくと、また同じような犯罪を犯す危険があるということでした。で、これを見ると、例えば半分以上の人が死刑を廃止すれば凶悪な犯罪が増えると答えていますが、さっき話したように実際に死刑を廃止した国で凶悪な犯罪が増えているケースっていうのはなかったんですね。で、そういったところからもわかるように、そしてあと、さっき言ったように死刑がどのように実行されているかっていうのは国民は知らされていないので、そして日本では死刑廃止の議論もほとんど活発に行われていないので、そんな国で死刑絶対廃止するべきですか、死刑もやむを得ないかな、この二択で聞かれたら、そりゃ大抵の人がやむを得ないって答えるのは、当たり前というか、そういうふうになるでしょうって思うんですね。なので、その国がやっている調査で、こういうふうに質問が公平ではなかったり、そして死刑の実行方法も国がちゃんと公開していないっていうのは、何か死刑について、死刑を廃止したら国にとって都合が悪いのかなと疑ってしまいますよね。で、実際にちょっと、調べているうちに見つかった面白い情報が、イギリスとかフランスとか、今死刑は廃止されていますけれども、死刑が廃止される直前の世論調査では、国民の80%以上が死刑に賛成していたんですね。で、そんな中でも、国がもう国民の意見とかを考えずにというか、そういった意見に影響されずに死刑廃止を決めたんですね。なので、その日本の政府は、まだ国民が死刑廃止を求めていないからって言うんですけれども、それだけを理由にするっていうのは、ちょっとどうなのかなと思っています。もう一つ私に新しい視点を与えたことが、その、今国の話をしていたんですけれども、犯罪者を守る法律、その再審をするべきですよとか、犯罪者にも弁護士をつけましょうとか、そういった犯罪者を守る法律って、多くの日本人は、その犯罪者対被害者の構造で見がちで、その、犯罪者を守るなんて被害者にとってかわいそうじゃんっていうふうに言う人たちが多くて、その犯罪者に有利な法律とかを闇雲に拒否反応を示す人もいるんですけれども、実際にはそういった法律って被害者からではなくて、国家から、権力者側から自分たちを守る法律であることが多いんですね。さっき言ったように、警察が証拠を捏造したり、拷問で自白を強要したっていう冤罪事件も少なくはない。で、なので、もし自分が冤罪をかけられる立場になったら、そこで初めてこういった国民を国家から守る法律の大切さに気づくのかなと思っています。はい。以上が、えー日本と試験に関する、私が調べた内容と考察だったんですけれども、そういった本を読んでいてもですし、私の中でもそうなんですけれども、いまいち
こつつききれていないところっていうのは、じゃあどうやってこの重い罪を裁くかですよね。死刑じゃなかったらじゃあ終身刑ってなりますけれども、終身刑も再犯防止以外には今まで述べてきたさまざまな議論を無視しちゃっているっていうところがありますよね。で、まあこれを考えると、罰とは何なのか、そもそも罰というものは必要なのかとか、すごいいろんな深いことを考えさせられますね。で、まあ、究極の理想論は、もちろん犯罪が起こらないことで、犯罪が起こらないように、例えば孤独を感じる人を減らすとか、貧困をなくすとか、まあ、そういった社会づくりに力を入れましょうと言いたいところですが、まあ、それでも犯罪をゼロにすることは、まあ、ほぼ不可能だと思うので、じゃあどうするかっていうのは、ちょっと私もまだ考えきれていないところですね。はい。まあ、最初にも言ったように、軽い気持ちで始めた調査だったんですけれども、もう本当にいろんなことを考えさせられる、すごい面白い、調査、そしてエピソード作りになりました。で、私はまだこのトピックに関してまだまだ初心者なので、これからもいろんなことを調べたり考えたりして、また気持ちが変わることがあったら、死刑についてまたエピソードを作りたいなと思っています。はい、とても長かったですけれども、最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんもし自分の国の実態とか、死刑について思うことがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-fast online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!